1年11ヶ月と1日。フレンチブルドッグのラゴラは私たちの家族の一員として過ごしてくれました。ジャック・ラッセル・テリアの兄のアシュクはラゴの守り手であり、ラゴは私たちの笑顔を絶やさない存在でした。ラゴをお迎えしてからお兄ちゃんのアシュクはすぐにその小さな存在を見守るようになりました。まるでお兄ちゃんとしての役割を理解しているかのようでした。ラゴちゃんはアシュクから多くのことを学び、その教えを受けながら日々成長していきました。やがてお互いを尊重し合い、深い絆で結ばれるようになりました。成長する中でラゴはアレルギーを乗り越え、外耳炎を乗り越え、毎日元気に過ごしていました。アシュクと仲良く遊びながら、いつも私たちに笑顔を届けてくれました。2024年9月9日、アシュク4歳の誕生日です。パパがたくさんのおもちゃやおやつを用意して、家族みんなでパーティーを開きました。この日は何の異変も感じることはなく、ラゴは楽しそうに過ごしていました。これがラゴが心から楽しんでいる最後の映像です。9月10日の夕方、少し家を開けて帰宅すると、いつものようにアシュラゴが出迎えてくれました。いい子はおやつと言うと、いつもならお座りをするのに、この日は足を伸ばして座ってラゴ。違和感を覚えつつも、その日はご飯も食べていたので大丈夫と思っていました。しかし翌朝11日、ラゴが嘔吐を始め、体が異常に熱く感じたので、異変を感じた私は夫に連絡をしてすぐに病院へ連れてってもらうと、1時間半かけて点滴をしました。帰宅後、ラゴは元気にアシュクと遊び、ご飯も少しは残したものの食べてくれたので、これで良くなるだろうと信じていました。しかし12日、ラゴが再び苦しそうに足を伸ばして座っているのを見て、慌ててかかりつけの病院に電話をし、先生に状況を話すと、血液検査をしましょうという言葉にラゴを抱きかかえ、急いで病院へ向かいました。9月13日、検査結果を見た先生は、通常であれば入院点滴治療です。しかし感染症の疑いがあるため、当院では預かれません。さらに腎機能が著しく低下しており、今後5日以内におしっこが出なければ命の危険がありますとも告げられ、私たちは深い不安に包まれました。先生はかかりつけ医に検査結果を共有し、往診で朝晩2回の点滴を受けさせてくださいと指示されました。また感染症の可能性があるため、アシュクもいることから、ラゴはケージの中で過ごさせ、手袋をつけて接触をすること、排泄物、嘔吐物には絶対に素手で触らないようにと厳重に注意をされました。この映像は1日ぶりにラゴが自分でお水を飲んでくれた瞬間です。嬉しくて、ついその様子を動画に収めてしまいました。その後、なんとおしっこもしてくれました。私たちはその瞬間希望を感じ、本当に嬉しかったです。
しかし夕方の点滴を受けた後、ラゴの体調は急激に悪化。苦しそうに立ち止まり、一点をじーっと見つめ、嘔吐を繰り返しました。その姿を見て、私たちはよく話し合い、一つの決断に至りました。もしこれ以上の注射をしても回復が望めず、ただただ悪化していくだけなら治療をやめたい。そしてラゴの残った時間をラゴの好きなように過ごさせたい。除菌すればいい、汚したものは捨てればいいとベッドルームを開放し、ドアの前をブロックしてアシュが入れないように整えました。ラゴが自由に動けるようにしてあげると、ご飯は食べなかったものの少し元気を取り戻したように見えました。いびきが止まるとびっくりして目が覚めるけど、いびきがとっても嬉しかった。9月16日、ラゴはトイレシートに2回もおしっこをしてくれて、もしかして回復しているのかもしれないと希望が湧いてきました。しかし翌日17日朝5時25分、ラゴは一瞬目を開けて私を見つめた後、眠るように静かに息を引き取りました。その日の朝、パパが6時に起きると言っていたのを、もしかしたらラゴも聞いていたのかもしれません。私たちは最後までゴム手袋をつけてラゴのお世話をし、アシュもラゴに近づくことができず、再起まで抱きしめることもキスすることも叶いませんでした。それでももし入院していたら一緒に過ごすことができなかったでしょう。ラゴは最後まで力強く自力で立ち続け、病と戦い、私たちのために一生懸命頑張ってくれました。そして泣いてばかりの私たちに一瞬見せた可愛らしい仕草で笑顔を届けてくれた翌朝、静かに息を引き取りました。それが唯一の救いです。毎月真夜中過ぎまで夫が眠った後、アシュラゴと一緒に窓辺に座り、うさぎうさぎ何見て跳ねる十五夜お月さんと歌いながらお月見をしていました。ラゴが亡くなった日の夜は不思議なことに十五夜でした。今ラゴはきっと天国で安らかに過ごしているはずです。ラゴの笑顔はいつまでも私たちの心に残っています。ラゴ、ありがとう。さよならじゃなくていってらっしゃいだからね。いつか必ず帰ってきてね。アシュとパパとママはずっと待ってるから、いってらっしゃい、ラゴ。